ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 V カーブ角田裕樹。マイアミグランプリはカメレオンカラーのアップグレードマシンでグランプリに臨む。ホンダは2026年以降も角田のサポートに意欲の話題です。いざキャッシュアップ RB の角田裕樹選手とダニエル・リカルド選手が F1 マイアミグランプリの展望を語っています。角田選手は中国グランプリでは目立った活躍はできませんでしたが、好調なドライビングをマイアミグランプリでも見せてほしいところです。マイアミグランプリでは2台のマシンにアップグレードが入り、カラーリングもカメレオン柄の特別なカラーになります。人目を引く虹色の模様が描かれたキャッシュアプリビザカメレオンカードからインスピレーションを得たそうです。この特別カラーリングは3月のシーズン開幕でポイント獲得を果たしたアムナール・クバイ氏が今週末の F1 アカデミーでも使用する予定です。またホンダの渡辺社長が角田選手のサポートについて語っており、ホンダのレーシングスクールを卒業した角田のレッドブルでの活躍を見てみたいと話しています。ローラン・メキース代表は角田裕樹の力強い成長を見てきたし、ダニエル・リカルドに関しても復調を期待しています。私たちは裕樹の力強い成長を見てきましたし、ダニエルも軌道に戻りつつあります。 RB がまだリカルドを信じているかというメディアの質問にメキースは絶対にと答えています。車とドライバーの両方が最高のパフォーマンスを発揮するにはどのような車のセットアップが必要かを特定しようとするのが我々の仕事の DNA であり、それが我々が両ドライバーに対して行っていることだ。メキースはチームが将来に向けて新マシンの開発と現マシンのアップグレードという2つの流れのプロジェクトに取り組んでいることを明かしています。一つはニューマシンの開発だ。もう一つの流れはレースウィークエンドごとに最適化を図り、レースチームとして可能な限りシャープになることだ。その最初の流れは将来的に大きな前進を遂げるチャンスを得るために会社の基盤をより強固なものにしようとしている。ホンダはレッドブルからアストンマーティンにエンジンパートナーシップを移した後も角田選手を F1 でサポートし続けたいと考えています。角田選手がドライブする RB のマシンに2026年以降ホンダがエンジンを供給することはありません。モータースポーツ .com の取材にホンダレーシングコーポレーションの渡辺浩二社長は、ホンダは角田選手を注視しており、たとえホンダがいなくなったとしても彼がレッドブルに昇格することを望んでいると語っています。角田がまず RB で活躍し、その後レッドブルに昇格するというのはとても美しい話だと思う。私たちがいなくなった後であっても彼がトップチームに上がってくるのを見守りたいと思う。角田はホンダのレーシングスクールを卒業しているから HRC 的には HRC の生徒がトップドライバーになるのが夢なんだ。だから裕樹が F1 のトップドライバーになることは本当に重要なことなんだ。角田選手が別のエンジンメーカーに移籍してもパーソナルスポンサーであり続けるのは気が引けるかという質問に渡辺社長は次のように答えています。それは必ずしも難しいことではない。実際にどうなるかはその時になってみないとわからない。でも裕樹がトップドライバーになるためのサポートはできるよ。角田がホンダと共にアストンマーティンに移籍するという選択肢も可能性は残されています。アストンマーティンは最近フェルナンド・アロンソと2026年までの契約を結び直しましたが、チームメイトのランス・ストロールがチームを離れる気配はありません。アストンマーティンのラインナップがどうなるかはまだわからない。アロンソの起用は決まったがストロールの起用が決まったとはまだ聞いていない。その可能性がゼロだとは思わないので、現時点では可能性はあると思う。ホンダが将来
角田選手をカスタマーチームで起用する可能性はあるかと尋ねられると、渡辺社長は次のように答えています。将来的には他の可能性もあるかもしれないが、今のところ他の計画はない。現時点ではまだカスタマーチームを拡大する段階ではない。 F1 参戦4年目の今シーズン、角田選手は7ポイントを獲得し、 RB が中盤の激しいバトルでコンストラクターズランキングの6位をキープするのに角田選手だけが貢献している状況です。角田選手のレッドブル昇格の機運はまだ見られませんが、この調子でポイントを重ねていくとチャンスはあるかもしれません。レッドブルはエイドリアン・ニューウェイの退団が正式に発表になるなど弱体化していく可能性はありますが、急にトップ5から脱落するとは考えづらいと思います。自前の新パワーユニットの開発に失敗した場合は厳しい状況になると思われます。それではビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手とダニエル・リカルド選手の F1 マイアミグランプリの展望です。角田裕樹選手、ポテンシャルを秘めたマシンだったにもかかわらず中国はうまくいかなかったので、今週末はもっと強くなって戻ってこられると信じている。マイアミはいつもいい雰囲気で過去2年間のいい思い出があるのでコースに出るのが待ちきれない。今週もスプリントウィークエンドでチャレンジングなレースウィークになるけれど、僕らの目標は日曜日のメインイベントを中心に両レースでポイントを獲得することだ。レースではいつも地元の料理を食べるのが好きなので、今回もマイアミ名物のストーンクラブを食べるのを楽しみにしている。大きければ大きいほどいいんだ。ダニエル・リカルド選手、上海では結果が反映されなかったけど中国では進歩があった。マシンのパフォーマンスは力強かったし、今後もそれが続くと確信している。明らかに今週末は3グリッド降格ペナルティがあるのでチャレンジになるだろうが、ポイント獲得に向けてプッシュしていくつもりだ。アメリカで過ごすのが好きなのは周知の事実だから、マイアミでコースに出るのを楽しみにしている。ここでは一度しかレースをしたことがないから、また行けるのが楽しみだ。本当に熱いフィジカルなレースになる。アメリカでのレースはいつも楽しくて、実際のレースと同じくらい大きなショーになる。マイアミのことを考えるときはいつもあの暑さ、湿度、そしてもちろんスタジアムのことを思い出す。ファンからはいつも大きなエネルギーがあふれていて、本当に活気がある。ビーチの近くというのもいい。レースウィーク中に海に浸かるなんてめったにできないからね。アランパーメインレースディレクター、ビザキャッシュアップ RB は上海の悔しさを忘れマイアミに集中している。今週末もスプリントウィークエンドとなるため、3日間を通して競争力のあるレースが展開されるだろうし、 FP1 でのスタートダッシュが重要になる。2台ともエアロをアップデートする予定で、それによってパフォーマンスがどこまで向上するか楽しみだ。マイアミは上海や鈴鹿よりもトラックレベルが低く、ドライバーたちが車に全幅の信頼を寄せて壁に近いところを走り、最大限のパフォーマンスを引き出せるようにすることが重要なチャレンジングなコースレイアウトだ。ビザキャッシュアップ RB は今週末のマイアミでのレースに向けてユニークなカラーリングを発表しました。人目を引く虹色の模様が描かれたキャッシュアプリビザカメレオンカードからインスピレーションを得たそうです。ビザキャッシュアップ RB のピーター・バイエル CEO は次のように語っています。ビザキャッシュアップ RB のカメレオンカードのカラーリングはアメリカでの初レースに完璧な配色だ。2月のラスベガスでのチーム発足以来、私たちは大きな一歩を踏み出し、ファンの皆さんにエキサイティングな新しい旅をお届けしている。進歩しつながりたいという思いは他にはない体験を通して人々をスポーツの世界に引き込んでいるビザやキャッシュアプリとも共通している。この素晴らしいカラーリングとここマイアミでの発表にまつわるイベントは
チームと F1 に対する彼らのコミットメントを示すものであり、今週末にカメレオン V カーブ01の活躍を見るのが待ちきれない。 V カーブ角田裕樹。マイアミグランプリはカメレオンカラーのアップグレードマシンでグランプリに臨む。ホンダは2026年以降も角田のサポートに意欲の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。